おはようございます。中国の横断も6日目になりました。ですね、僕は今陝西省の西安におります。西安の世界遺産っていうと兵馬俑がすごい有名ですけれども、兵馬俑の横にですね、秦の始皇帝陵っていうのがありまして、今そこに来てます。西安の町の中心地から車で東北に1時間ぐらいかけて来たんですけど、なんか世界遺産の一部の割には観光客が本当にまばらですね。ちょっとしかいないっていうか、さっきまで僕しかいなかったぐらいだったんですけど、まあ今でもすごい少ないですよね。まあ、今気温が0度もしくはマイナス1度ぐらいで、小雨がちょっと降り切っています。まあだからかもしれないですけど、まあでもそれにしてもちょっと人気がないですね。まあ隣の兵馬俑に行くと人いっぱいいるんでしょうけど、まあちょっと、始皇帝のお墓の後、これを見てから兵馬俑を見に行きたいと思います。結構広大なお墓ですね。すごい大きくて、さっきから電動カートで移動してます。なんかあそこにも、博物館がありますけれども、なんかこういう、博物館が、ちょこちょこ点在しているような形で、中には遺跡があります。なんか発掘跡みたいな感じになってて、発掘したものが、見れるみたいな感じですね。ただちょっと中がですね、写真禁止になってたんで、何も撮れないです。これはなんか皇帝が乗ってた馬車のチャリオットですねが展示されている場所だそうです。ちょっと行ってみます。なんでしょう、ここは全然写真撮影が OK でした。なんかこういう感じのがもっとでかい感じで、この地下から見つかったそうです。ここに The Simulated Evacuation Site of Bronze Chariots and Horses って書いてありますね。まあレプリカみたいですけれども、まあ、こういった形で埋まってたのを発掘されたそうです。これが皇帝が乗ってたはずの馬車ですね。なんか思ってたより小さめですね。なんか馬とかもすごい小さい。なんか兵馬俑って原寸大って聞いてたので、もうちょっと大きいのかなと思ったんですけど、ちなみにこれ上から光で照射して見やすいようにしてあるそうで、この光がですねちょっとすると消えます。そうすると土だけになるんで、まあ、実際どんな風に舞ってたかは分かるって感じです。そうそう、こんな感じ。またついちゃった。まあいいや、こんな感じだったみたいですね。この馬車2台あるみたいですけど、これが1台目ですね。紀元前の馬車の割にはなんか精巧な作りしてますね。ボウガンとか装備してたんですね。これがチャリオットの2台目です。なるほど。中はどうなってるんでしょう。まあなんかこんなものが発掘された場所みたいですね、ここは。先ほどの1階が
チャリオットなんですけど、2階も結構いろいろな展示がありますね。これ兵馬俑と全部合わせて見てると結構大変な情報量になりそうです。でも結構面白いですね。やっぱりなんか、もちろん秦って紀元前200年とかそういう時代の話なんで、あるもの全てがめちゃくちゃ古いです。僕は歴史が大好きな人間なんで、ちょっとロマンを感じますね。なんか始皇帝って中国の制圧した土地を、巡るのが好きだったと言いますか、巡行するのが好きだったってことが有名ですけれども、こうやって地図になってるとめちゃくちゃな距離ですね。日本だと考えられないぐらいの距離を行ってるなというふうに思います。なんか四川省一つで日本よりでかいくらいの広大な土地なのにめちゃくちゃな距離移動してますね。ここからもうなんか北京の方とか、なんかもう上海の方とか、なんかわかんないですけども相当遠いですね。旅好きだったんでしょう。もちろん政治的な目的で行ってたんでしょうけれども、それにしてもこの時代からもやっぱり教場ってあるんですね。すごい古いですね。こんな感じですね、秦の始皇帝陵。もうちょっとなんかお墓がちゃんとあって、それをみんなが見てるのかと思ったら、なんかちょっとイメージと違いました。見どころとしては馬車ぐらいしかないっちゃないですね。だから観光客が少ないのかな。墓が巨大すぎて、なんかもう墓がでっかい公園みたいになっちゃってますね。で司馬遷が記した地下の宮殿には水銀が流れてるって有名な話がありますけれども、確かに発掘してめちゃくちゃなんていうか下の方にいろんなものが埋まってるのが分かってるので、なんかそういうのも向こうの墓の下の方にはまだあるんでしょう。ただちょっと墓が広大すぎてですね、なんかこれが墓ですみたいな感じでみんながなんかお参りしてるとか、なんかそんな感じでは全然なかったですね。日本の古墳もでっかいですけれども、当然中国の影響を受けてるんでこんな感じですけど、それよりもなんかはるかにでかい墓というか公園みたいな感じになってましたさて、じゃあちょっと、隣の、兵馬俑まで行きます。いや、兵馬俑に行く前に、じゃあ朝から何も食べてなかったんで、ちょっとご飯食べてから行こうと思いました。今お昼の12時ぐらいになっちゃいましたね。このマーラーの水餃子15元です。すごい300円ですね。辛いでもこれマーラーというかサンラーだな。酸っぱいのが強いですね。うまい。めちゃくちゃシンプルな薄めのサンラータンですけど、でもやっぱ絡むの強いですね。面白いことにニンニクが机の真ん中に置いてありまして、いろんな人が勝手に取って食べてます。ちょっと僕も食べてみます。
すごい生ニンニクだ。再干哈3、5年可以退休了。再干1、2年是可以退休。茹でたニンニクかと思ったら違うんです。生ですよ。すごいな。めっちゃニンニク。みんなガリガリ食ってますね。ちょっと僕もこの中に入れて食べます。美味しい香的。いやー、美味しい。你们那边那个啥，我看你们那边基本上甜不了。什么？我们的厂房多，うわ、すごい。一天有30的，まあでも有50的，有80的。こんだけ寒いと必要ですよ、これ。知道中国去做个手工什么的也可以。始皇帝陵のお墓の中にいくつか売店がありました。こんな感じのお店が少しだけ開いてるって感じです。少しだけしか開いてないから周りのいろんな人が来て結構賑やかですね。まあ、じゃあ平和屋行ってきます。水餃子食べまして、やってきました。世界遺産の秦の始皇帝の兵馬俑です。こっちはもうなんかすごいですね。めちゃくちゃ観光地です。始皇帝陵は全然人がいなかったんですけど、ここはなんかもう敷地も広大だし人もいっぱいいます。あっちの方に結構人が並んでなんか頑張って入ろうとしてる感じですね。いやちょっと入ってみます。中の方まで歩いてきたんですけど、いくつもあるんですね、博物館が。こんな感じなんだ。なんかどれから見ればいいんだろう。まあいいや、一番真ん中からまずは行ってみようと思います。あれが第1項って書いてあったと思うので、多分有名な兵馬俑たちが並んでるところなのかな。分かんないですけど、とりあえず行ってみます。やっぱきっとここですね。人だかりができてる。おー、1号校って書いてありますね。おー、すごい。結構でかいですね。あとやっぱ精巧ですね。顔立ちとか服とか、ここから見てもすごい精巧だなと思うぐらい細かいですね。紀元前のものにしては細かいな。一応なんか文官から武官まで身分の高いのから低いのまでいろいろ揃ってて、服装とか髪型によってそれの見分けがつくらしいですけど、確かになんかバリエーション飛んでますね。ここら辺のなんかは鎧着てるから兵士でしょうけど、その横の人たちは鎧着てる人も後ろの方いるけど、前の人とかは着てないですもんね。いや、すごい。
しかし体育館みたいだな。学校の体育館のバスケットコートみたいな感じです。横の方まで来ると人が減ってきますね。この辺からだとより近くに見れます。だいたい 1.5 メートルぐらいの像が多いらしいですけれども、やっぱでっかい像はでかいですね。これなんか実際にリアルにその時いた人たちをモデルに作ったって言われてますけれども、確かに身長もみんなそれぞれ違うし、顔形も違うから大きさも少し違いますね。非常に面白いですね。なんかちょこちょこよく見てる手の形すら少し違ったりするんですよね。ほんと細かい。しかしあれですね、この極寒の真冬のシーズンですらこんなに人がいっぱいいるんで、春とかベストシーズンだとこれもはや見れないんじゃないですかね。どうなんだろうな。いやー、でも嬉しいですね、兵馬俑を見に来れて。こっちの方、後ろの方まで来ちゃうとまだ発掘途中なんですかね。でもこんな風になっちゃってたのか。あそこら辺にぐちゃぐちゃというか、なんか、寝ちゃってるのとかがいっぱいありますもんね。頭もなくなってたりとか。こっちの方はもう発掘してもちょっと綺麗に修復するの難しいのかな。なんかこっちにずーっといっぱい他の兵馬俑が並んでるんですけど、ここはなんか修理中だそうです。まあこれらの修理が全部終わるとまたあっちの方にいっぱい並ぶんでしょうね。そう考えるとやっぱり本当すごい数のこの兵士たちというか人たちが、人形たちが埋まってたんでしょうね。いや結構壮観です。なんかここは1号校って書いてあってですね、2号校とか3号校とかがまた別のところにあるので、別で近くのさっきいっぱいあった博物館の方にあるんで、ちょっとそこに行ってみたいと思います。ここは2号校です。2号校は広そうですね。1号校が体育館なら、こっちはなんかちょっとしたアリーナっぽいですけど、天井の話ですけどね。兵馬俑があるわけじゃない。なんか先ほど言ってた始皇帝陵とこの兵馬俑と合わせてなんか作るの40年弱ぐらいかかったっていう話をさっきネットで見てたんですけど、すごいですね。当時の40年ってなんか今の40年と全然違うと思うんですよね。紀元前の40年って寿命が本当倍とか違うから80年ぐらいの感覚だと思うんですけど、そこまでしてなんかこの墓とかを作るなんか執念は何だったんですかね。始皇帝っていう人はなんか本当に死後の世界にとても興味がある人だったんだろうなっていうのをすごい感じさせられます。でもこうやって見ると、あそこにもやっぱりなんかいろいろと
人形がありますし、他のところにもいろいろあるんでしょうね。しかしこれ墓ですからね。やっぱ中国って何でもスケールがでかいですね。これは3号港です。あ、そうか、こういう風になっちゃってるのを修繕したりとかできるものはしてるってことですね。あ、こっちはなんかしっかりしてますけど、やっぱり首が取れちゃってるのばっかりですね。残念ですけど。なんかみんな槍でも持ってたのかみたいな感じで右手を上げてますね。上げるっていうか少し上げてますね。ここになんか高級な上級の軍の艦上とか、ここら辺も中級の軍の将校だとか、なんかちゃんと分かるんですね。確かに姿形がちょっと違いますね。なんかそんな感じの展示もちょこちょこされてて、いや見てるとめちゃくちゃ面白いですね。これは騎馬兵って書いてありますね。これ何なんだろう、変な格好してるけど。これ弓を撃つ人だそうです。アーチャーって書いてある。へえ。なんかちょっと武術の構えに似てますけどね。空手でいうと首刀流っていう流派の下段手刀系はちょっとこんな感じですけど。いや面白くて尽きないですね。いやーいろいろ見ました。なんかゆっくり見ると3時間ぐらい結構いろいろ見るもありますね。でもなんか不思議なのが、あそこの建物とかも建物全体で石とか宝石売ってるんですよね。他にもなんか金とかそういうものを売ってるような場所もあったし、でそこで結構お客さんたちはいっぱいいるんですよね。何なんだろう、中国って観光に来て宝石を買う文化があるんですかね。外国人が買うというか、なんか中国の人が買ってる感じです、はい、観光客は中国人が多いですね。実は僕もそうなんですけど、日本人って、コロナ前は観光ビザなしで30日間入国できたんですけど、コロナになった後は今でもそうですけど、ちょっとビザ取らなきゃいけないんですよね。そういうふうにちょっと障壁がまだ残ったままなので、外国人観光客がちょっと少ないままなのかなとも思います。実は僕北京離れてからですね、日本人に一人も会ってないんですよ。一人も見てない。やっぱ日本人って中国人と見た目がちょっと違うというか、雰囲気がなんかちょっと違うんで、見ればわかるじゃないですかと思うんですけど、日本人と韓国人は結構似てきましたけどね。なんかでもやっぱりそれがちょっと全然見てないですね。はい、ちょっとさっきそこでなんか VR の映画を10分15分見たりしたんですけれども、もうこれで見るものはなくなったので、そろそろ帰ろうかなと思います。特にですね、ちょっとやっぱり雪はちらちら降ってきましたんで、積もるほどじゃないでしょうけれども、深夜から1キロほど、1キロじゃないや、1時間ぐらい離れてますからね。これ仮に積もって帰れなくなったらとか思うと嫌なので、激寒だし、そろそろ帰ろうかなと思います、はい、というわけで一旦市内のヒルトンホテルまで戻ります。今そこで兵馬俑出てきたんですけど、すごいですよ。目の前に温泉があります。あそこ多分58元で足湯に浸かれるって書いてあると思うんですけど、両石窟行った時もそうでしたけれども、なんていうか結構温泉があるんですね、この地帯は。
まあ、確かに山がちだし、まあ、ちょっと前、だいぶ前か、西川省で、隣の四川省で大地震も起きたし、やっぱ結構火山があるんですね、ここら辺は。で兵馬俑の辺りは本当かなり観光地です。お店がいっぱいで、かなりのレストランがですね、ビャンビャン麺を押しまくってます。やっぱビャンビャン麺って字面が面白いし、人気高いんでしょうね。ビャンビャン麺昨日食べましたけれども、なんかイスラム系のお店だったからトマトとか卵とか、あとなんだじゃがいもとか入ってるのかなと思ったんですけど、ビャンビャン麺は一般的にああいうトマトとか卵とかの味付けの食べ物みたいです。結構中国っぽくないじゃあ中国っぽくないですよね。でも秦の時代とか唐の時代とかのことを考えると、やっぱりこのエリアっていうのは西方の文化の影響がだいぶ強いんでしょうね。なんか昨日もラオカイだったかな、羊肉の串焼きを食べてたら味付けがクミンだったんですよ。だからなんかインド料理食べてるみたいな気持ちになっちゃって、インドでラムとか食べるとこんな味だなって思うような味付けだったりしました。やっぱり本当西方の文化が、北京とか上海みたいなところに中国の海側の方に比べるとだいぶ強いなって感じですね。市内に戻ります。平和を出て帰ろうと思うんですけど、もう完全に繁華街ですね、本当に。ここに来るまでこんな感じの通りがずっと続いててですね、本当になんか普段お客さんめちゃくちゃ来てんだろうなって感じさせられます。ただビャンビャン麺めちゃくちゃいいんですよね。ビャンビャン麺だし、あそこもビャンビャン麺、あっちもビャンビャン麺、あっちにもビャンビャン麺、あそこもビャンビャン麺だな、あっちにもビャンビャン麺書いてありますね。ビャンビャン麺ばっかりです。僕昨日いわゆる海浜街ってところでビャンビャン麺食べましたけど、なんかイスラム教徒の街だからトマトとか卵とかポテトとか使ったような味付けなのかなと思ったら、ビャンビャン麺は一般的にそういう味付けだそうです。やっぱりこっちはなんか西方の文化がすごい強いんですね。本当になんか中国っぽくない味付けだったんで驚いたんですけど、あれがなんかトラディショナルなビャンビャンの作り方だそうでして、ちょっと驚きました。いや、それにしても本当に賑やかですね。帰ります。というわけでホテルに帰ってきたんですけど、その後ちょっと雨が降ったりですね、いろいろあったんで、もうずっとホテルにいてお仕事したりジムに行ったりしてました。ってことでホテルのレストランなんですけど、あんまり人がいなくてですね、3組ぐらいしかいないです。考えてみたら僕全く野菜を中国来てないから取ってないことに気づきまして、シーザーサラダ頼んじゃいました。いただきます。美味しい。やっぱヒルトンとかこういうとこ泊まるとサラダが美味しいからありがたいですね。ちなみにこのサラダでだいたい100元ぐらいだから2000円ぐらいですかね。それなりにホテルのサラダなんでお高い値段ではございます。ですね、これで
中国横断の6日目を終わりにさせていただきます。明日は西安から青海省、支配省ですねの、西寧に向かいます。西寧まで4時間14分で、756キロですね。ほとんど西に向かうんですけど、さらに中国の内陸部に向かってきます。だけどちょっと北の方に行く感じですね。だから西北の方にちょっとずつ向かっていく感じです。で、標高がですねすごい高いところにこれから登っていきます。チベットもすごい高いところですけど、チンハイ省も結構チベットにも近いというか、一部の文化はもうチベットだったりするんで、かなり、山の方に登っていきます。なんかさっき見たら青年市は標高が2275メートルってことなんで、かなり標高の高い町ですね。いやー、気温も下がっていきそうなんで、ちょっと気をつけていきたいと思います。はい、というわけで、中国の横断6日目はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。